こんにちは、四国メタンです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルではコロナ禍以降の新たな時代に飛行機旅行を楽しむポイントをご紹介します。今回の放送内容は深夜便ニューヨーク発羽田空港行きの ANA ビジネスクラスザ・ルーム編になります。チケット内容はクアラルンプール発見した3レブ目となります。今回初めての方でも動画内容は ANA ビジネスクラスの搭乗機で完結しておりますので安心してご覧ください。特派員の取材メモをもとに私 AI の四国メタンが解説します。主な紹介内容は1、ニューヨーク JFK 空港の夜の様子。2、2023年夏より新しく変わりました JFK ラウンジの様子。3、ANA ビジネスクラスザ・ルームの搭乗機となります。オープニングでさらっと流してしまいましたが ANA が離発着するニューヨークの JFK まではマンハッタンのペンステーションから LIRR ロングアイランド鉄道を利用しました。移動手段は他にもタクシー、地下鉄などがあります。深夜便の場合夜に移動となりますので治安の悪い地下鉄はおすすめできません。タクシー、ウーバー、LIRR を推奨します。お金のある方はヘリコプターでの移動もできるそうです。それでは1つ目、ニューヨーク JFK 空港の夜の様子をご紹介します。 JFK のターミナル7は制限エリア外に飲食店やコンビニ等がありません。 ANA のチェックインカウンターも搭乗3時間前から開くため早く到着してもすることがありません。またオンラインチェック済みのモバイル搭乗券で運よく制限エリア内に入ることができてもラウンジは搭乗3時間前でないと入れません。東南アジアと違いアメリカは厳しいのでご注意ください。ターミナル7の制限エリア内には免税店があり香水、化粧品、アルコール類などを購入できます。特にウイスキーの種類は豊富で響、山崎、シーバスリーガルなどをはじめマッカランの店舗もあります。ハーパーはこの日なかったようです。逆にワインの種類は少なく 2,3 種類しかないのでお土産を考えている方はご注意ください。定番のリンツのチョコレートもあります。メタン的にはリンツは世界で最高のチョコレートだと思っています。ハドソンというコンビニでは T シャツ、雑貨、ドリンクやお菓子などを購入できます。サンドイッチなどもパンも置いてあります。お土産など買い忘れがあった場合ちょっとしたものならここで手に入りますね。ダイニングはトルーバーガー、ダンキンドーナツ、軽食屋さんなどフードコートがあります。マクドナルドやスターバックスはありません。アルコールが飲みたい方はバーもあります。ただこれらのお店は10時を過ぎると閉まり始めます。両替カウンターも一つありましたが10時過ぎには閉まり始めていました。ブランドショップなどは夜9時ぐらいから閉まります。深夜2時出発の ANA チェックインカウンターが開くのは11時です。そのため保安検査を入る頃にはハドソンというコンビニ以外は閉まっている可能性が高いです。JFK のホリゾンズラウンジは11時から入ることができます。11時になると JFK 空港の ANA 地上職員の方がラウンジの受付にアサインされます。そういう理由もあって11時前にこちらのラウンジに入ることが難しいのです。ちなみにこの日の特派員はモバイル搭乗券で保安検査を通ったのですがこのラウンジ受付にて紙のボーディングパスをなぜか発行していただきました。以前までこちらにあった BA ラウンジは別ターミナルに移転となっています。2023年夏から JFK の ANA 指定はこちらのラウンジになりました。 JFK の新しいラウンジ紹介です。こちらは JFK 空港が運営するラウンジとなっており受付も JFK 空港の ANA 地上職員の方になります。深夜便の場合 ANA 以外の出発便がないためラウンジ内は静かで快適に過ごすことができます。電源、Wi-Fi 設備、専用トイレが設置されています。シャワールームはないのでご注意ください。
提供される食事は生野菜、マカロニ、ご飯、チキンのホットミールなど、どれもクオリティの高いものとなっております。夜の11時を過ぎていますが、日本時間はお昼の12時なので一杯食べたくなってきます。クッキーやスナックといったお菓子も用意されています。あとはシャワールームさえあれば最高ですね。ちなみにファーストクラス用ラウンジは別になっています。ドリンク類は水やコーラはもちろん、ビールの種類が豊富にあります。リキュール、ウイスキー類も羽田空港の ANA ラウンジのようにたくさんの種類が置いてありました。赤ワインも複数あり、免税店よりも多い気がします。白、ロゼ、スパークリングもご覧の通りよく冷えております。ビジネスクラスご利用で機内にてお酒を飲みたい方は飲みすぎにご注意ください。搭乗時間です。ちなみに ANA の搭乗口前のスペースにもたくさんのベンチがあり、充電環境も充実しています。3. ANA ビジネスクラス。 ANA の NH159 便ニューヨーク JFK 深夜2時発の東京羽田行き搭乗です。今回のフライトはエコノミークラスからビジネスクラスにアップグレードしました。約搭乗1ヶ月前にアップグレード申請し、搭乗2週間前にアップグレード完了の通知が来ました。お盆のピーク時にもかかわらず、ただの SFC 会員である特派員は運が良かったのかもしれません。座席は 13A で後ろ向きとなります。ザ・ルーム最大の特徴とも言っていい、席が後ろ向きになっております。 SNS などでも意外と後ろ向き座席は好評だったりします。特派員も後ろ向きで飛行機に乗るのは初めてです。アメニティはグローブトロッターの ANA オリジナルポーチに入っています。グローブトロッターは1897年に設立されたロンドンのメイフェアに拠点を置く英国の高級メーカーです。その歴史は120年にも上ります。内容は歯ブラシ、アイマスク、耳栓、そしてロクシタンのボディミルクとリップになります。乾燥する機内ではとても嬉しいですね。その他お持ち帰りいただけるスリッパとお持ち帰りしてはいけないヘッドフォンも用意されています。座席正面には24インチの大型 4K モニターが設置されています。リモコンにも液晶モニターが搭載されており、細部にまで ANA のこだわりを感じさせます。これは座席のリクライニングを調整するダイヤルになります。モニター横には小物を収納できる棚があります。電源や USB ポートもあり、充電が可能です。席について間もなくすると、本日担当の CA さんやチーフパーサーの方がご挨拶に来られます。離陸前のスパークリングやソフトドリンクをいただけます。いよいよテイクオフです。時間は深夜2時30分。座席正面のモニターからもその様子を伺えます。エンジンの防音が立ち上がり、飛行機は滑走路をゆっくりと進み始めます。飛行機は順調に高度を上げ、夜の都市はますます遠くなっていきます。窓の外に見える明かりは都市の灯りが一つ一つ点火されるように見え、まるで星座のような美しい光の模様を描いています。アメリカ大陸から北極海に向かい、日本を目指します。フライト時間は14時間30分です。早速座席をベッドモードにして寝られる方も多くいます。パジャマも借りられますが、数に限りがあるのでお早めにリクエストしてください。離陸から40分後、深夜便は
ステーキなどのコース料理はありませんが、軽食が提供されます。特派員はシャンパンをいただき、ダイヤモンドステータスに向けて乾杯しました。特派員のメモを紹介します。マルメロのゼリーやオレンジピールなどのシトラスの爽やかさや甘さが感じられ、口に広がる瞬間に微細な泡立ちが舌を刺激します。その後、続く味わいには、バターのようなクリーミーさと石灰の軽快な酸味が絶妙に調和しています。続いて、前菜のくるみのキャラメリゼとアーモンド、モッツァレラチーズの野菜のマリネをご紹介します。くるみは甘さがありつつも、キャラメリゼされた砂糖のカリカリとした食感が特徴で、甘さと香ばしさのバランスが絶妙で、アーモンドとのクランチ感を楽しめます。モッツァレラチーズの野菜のマリネは一口食べると、新鮮な野菜の甘みが広がります。モッツァレラチーズのクリーミーで濃厚な味わいは、野菜との組み合わせが絶妙です。マリネ液は爽やかな酸味とオリーブオイルの風味があり、全体を引き締めています。長距離線の ANA ビジネスクラスでは、お好きな時に軽い食事などをいただけます。フォカッチャ、カレー、スープ。一風堂のラーメンは有名ですね。焼酎、日本酒、赤ワイン、白ワインなども豊富で複数種類があります。ソフトドリンクも ANA オリジナルドリンクがあります。詳細は ANA のサイトよりご覧いただけます。搭乗前にどのような飲み物があるのか確認するのも楽しいですよ。この日の特派員は初めてのザ・ルームに興奮していたのか寝つけなかったため、響きとシーバスリーガル12年の贅沢な伸び比べをしていました。ご一緒にチーズなどもいかがですかと北川景子にの CA さんにおすすめされたので、マックのフライドポテト感覚でそちらもいただくことに。お酒もチーズも大変美味しかったそうです。機内にはバーカウンターもありますが、自分で勝手にお酒を継ぐことはできません。CA さんにお願いしましょう。この後特派員は6時間ほどぐっすり機内にて眠りました。離陸から10時間経過しました。機内は少し明るくなり、お目覚めの後にの時間が始まります。朝食は和食、洋食から選べます。特派員は和食を選択。前菜にほうれん草を浸し、鴨塩焼き、スモークサーモンチーズ、長芋七味揚げ、小鉢は肉じゃがで、主菜が銀ひらす幽庵焼きとなります。幽庵は味噌や酒、砂糖、醤油、みりん、だし汁などを混ぜた調味料で、甘みとコクのある味わいが特徴です。特派員のメモを紹介します。幽庵焼きは口に入れるとまず幽庵の甘みが広がります。この甘みは程よく、後から来る魚の旨みと絶妙に調和しています。ひらすの白身はしっとりとしており、口の中でほぐれるように食べられます。焼きたての香ばしさが食欲をそそり、まるで京都の老舗旅館にて一晩過ごしたかのような錯覚に陥りました。食後のコーヒーを飲んで着陸に備えます。羽田空港到着です。時間は朝の4時30分頃になっています。特派員はビジットジャパンの登録を忘れていましたが、前回のマレーシア分があったので簡単に流用し、2、3分でスマホにて入力完了しました。ビジネスクラスも8割ほど埋まっていましたが、深夜便ということもあり、静かに約14時間のフライトを終えました。ニューヨークからの到着は羽田第2ターミナルでしたが、こちらは朝の第3ターミナルの状況です。最後にザ・ルームの料金と獲得 PP をご紹介します。日程は一例ですが、お盆にザ・ルームに乗りたい場合、往復で130万円になります。これは片道にしても値段はほぼ変わらず110万円となります。クアラルンプール発券の31万円のエコノミークラスチケットは予約クラスが B であるため、マイルやアップグレードポイントでビジネスクラスにアップグレード可能です。そういった意味でも大変なお得なチケットだと思います。今回のフライトで獲得した PP は片道14,278ポイントでした。国際線 PP2 倍キャンペーン中の数字になっています。通常は片道7,139ポイントです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか？もし動画がお役に立ったり楽しかったりしたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次回はいよいよダイヤ修行シリーズの最終回となります。ニューヨーク観光やマレーシアのホテルレビューはまた別動画にて紹介いたします。これからも様々な空の旅をお届けしますので、お楽しみに。